皆さんこんにちは。知ればもっと旅が楽しくなる交通の世界へようこそ。案内役のいろはです。今日のテーマは LCC の座席についてです。狭い、倒れない、窮屈だ、そんなイメージを持たれがちな LCC の座席ですが、実はそこには涙ぐましい企業努力と最新のドイツ工学が詰め込まれていることをご存知でしょうか。今回はフィリピンの LCC セブパシフィック航空を利用してそんなマニアックな疑問を徹底的に解剖していきたいと思います。それでは出発進行です。さあ、出発当日の成田国際空港第2ターミナルにやってきました。時刻は朝の7時前。これからのフライトに向けてまずはチェックインを済ませましょう。セブパシフィック航空の無人カウンターです。 LCC らしくキオスク端末がずらりと並んでいますね。有人カウンターの人件費を削減しその分運賃を安くする、これが LCC の基本戦略です。一方こちらは荷物預け入れのカウンターです。長蛇の列になっています。この路線は里帰りなどで荷物が多くなりがちなので列も長くなってしまっていますね。それでは保安検査を抜けて搭乗ゲートへと向かいましょう。今回の搭乗ゲートは81番サテライト側のゲートですね。窓の外にはこれから乗る飛行機が待っています。セブパシフィック航空のエアバス A330 の900ネオです。特徴的なコックピットの窓の黒い縁取り、通称ゾロマスクが最新鋭機の証です。この機体ただの新しい飛行機ではありません。なんと座席数が459席もあるんです。ちなみに A330 の900ネオの最大定員は460人です。一般的な航空会社の A330 がだいたい300席前後であることを考えるといかに詰め込まれているかがわかります。さあいよいよ機内へと入ります。ボーディングブリッジを進む瞬間、これから海外に行くんだという実感が湧いてきますよね。一歩足を踏み入れるとそこには圧巻の光景が広がっていました。見渡す限りの座席3列の旧アブレスト配置です。通常の A330 は2の4の2の8列配置が基本なので横に1席多い計算になります。通路は少し狭く感じますが天井が高く照明も明るいのでそこまでの圧迫感はありません。薄いグレーのレザーに鮮やかなブルーのアクセント、セブパシフィックらしい南国を感じさせるデザインですね。さてここで座席に座ってみましょう。背もたれを倒すためにリクライニングボタンを押そうとするとあれボタンがありません。そうなんです。この座席リクライニングしないんです。最初から倒れない仕様になっています。これを固定リクラインと呼びます。なぜわざわざ倒れない座席にするのでしょうか。ここには明確なコストと技術の理由があるんです。詳しい説明は離陸後行います。さて飛行機はプッシュバックを行い無事離陸しました。わざわざ倒れない座席にするまず一つ目の理由は重量の削減です。一般的なリクライニング座席には背もたれを動かすためのピボットやガススプリング、油圧シリンダーといった複雑な機械部品が組み込まれています。これをキネマティクス運動機構と呼ぶのですがこれらの部品は金属の塊なので当然重くなります。飛行機にとって重さは敵です。重ければ重いほど燃料を多く消費します。燃料費は航空会社のコストの中で最も大きな割合を占めるものの一つ。リクライニング機構をなくすことで1隻あたり数キログラムの軽量化が可能になります。例えばこの機体に搭載されているのはドイツのレカロ社製 SL3710 というモデルです。この座席なんと重量が1隻あたり約 8kg しかありません。従来のエコノミーシートが 12kg から 15kg あったことを考えると驚異的な軽さです。もし1隻あたり 3kg 軽くなったとしてこの機体には459席ありますから機体全体で約 1.4 トンもの軽量化になります。常に軽自動車1台分以上軽く飛べるわけですから年間の燃費削減効果は計り知れません。2つ目の理由は整備コストの削減です。動く部品があるということはそれだけ壊れやすいということです。乗客が無理に倒したり長年使っているとどうしてもガタがきます。座席が壊れれば修理のために機体を止めなければなりませんしその座席を使用負荷としてお客さんを乗せずに飛ばすことにもなりかねません。最初から動かない構造にしておけば部品点数が減り故障のリスクも激減します。整備の手間が減れば機材の稼働率を上げることができ LCC にとって最も重要な飛行機を休ませずに飛ばし続けることが可能になるんです。そして3つ目の理由は乗客トラブルの回避です。皆さんも経験があるかもしれません。前の人が急に座席を倒してきて飲み物がこぼれたりパソコンが挟まりそうになったりリクライニングをめぐるトラブルは機内での喧嘩の原因になりがちです。最悪の場合目的地を変更して緊急着陸なんて事態にもなりかねません。座席が倒れなければ後ろの人に気を使う必要もありませんし
前の人に空間を奪われる心配もありません。でも直角のまま数時間座るのは辛いですよね。そこで登場するのが固定リクラインという考え方です。このレカロ SL3710 は完全に垂直ではなく、あらかじめ人間が快適だと感じる角度に最初から傾けて固定されているんです。さらに背もたれを極限まで薄くし、裏側をえぐるようなシェル形状にすることで膝周りの空間を確保しています。実際に座ってみるとわかりますが、シートピッチがおおむね30インチ前後と狭くても膝が前の座席に当たりにくいんです。ただ見た目は薄くて硬そうなんですが、その予想通り実際に座り心地も硬いです。特に腰あたりのクッション性がないため、腰からお尻にかけてが疲れます。ですので持ち込みのクッションなどを用意することをお勧めします。さて機内サービスが始まりました。事前に予約しておいた機内食です。 LCC なので食事も有料オプションですが、温かいご飯を食べるとホッとしますね。フィリピン風のチキン料理です。味付けもしっかりしていて美味しいです。窓の外はあいにくの雨模様ですが、この巨大な A330 ネオの翼が私たちを南国へと運んでくれます。この翼の先、ウィングチップの形状も空気抵抗を減らして燃費を良くするための最新の設計なんですよ。ちなみにこちらがネオでない従来型機の翼の先端です。形が違うのがお分かりいただけるでしょうか。約5時間のフライトを終え、マニラのニノイ・アキノ国際空港に到着しました。ここから国内線に乗り換えて最終目的地のセブ島を目指します。マニラの空港はいつも混雑していて熱気がありますね。マニラ空港第3ターミナルは取材時点増築工事を行っており、時間を潰す施設は少ないですが今後に期待ですね。次の搭乗口へ向かいます。次のフライトはマニラ発セブ行きの2503便。機材はエアバス A321 ネオです。先ほどの A330 ネオよりは小型の機体ですが、こちらも最新鋭の機材です。バスに乗って置き止めされている飛行機へと向かいます。間近で見るエンジンの迫力、黄色い塗装が鮮やかですね。トラップを登って登場します。さて機内に入りました。こちらの座席も先ほどと同じくレカロ製です。3列3列の配置です。いよいよマニラを離陸します。窓の外にはマニラの夜景が広がっています。ここでもう一つの疑問について深掘りしましょう。航空会社はどうやって座席を買っているのかという話です。飛行機の座席なんて機体を買ったら最初からついてくるんじゃないの？そう思う方も多いでしょう。実は違うんです。航空機の装備品には大きく分けて2つの種類があります。1つは SFE セラーファーニッシュドエクイップメント。これは機体メーカー、つまりエアバスやボーイングが標準装備として用意するものです。そしてもう一つが BFE バイヤーファーニッシュドエクイップメント。これは買い手である航空会社が自分で部品メーカーと契約して調達し、機体メーカーに取り付けてもらう装備のことです。実は座席はこの BFE の代表格なんです。つまりセブパシフィック航空はエアバスから飛行機を買う契約とは別にドイツのレカロ社と直接交渉して、この SL3710 を459席分くださいと発注しているんです。でもどんな座席でも勝手に乗せられるわけではありません。安全性や強度の基準をクリアしなければなりませんからね。そこで登場するのがカタログというシステムです。エアバスなどの機体メーカーはあらかじめ認定した座席メーカーの製品を載せた BFE カタログを用意しています。航空会社は基本的にはこのカタログの中から自分の会社の戦略に合った座席を選びます。うちは高級路線で行くからふかふかのリクライニング付きでとか、うちは LCC だからとにかく軽くて丈夫な固定式でといった具合です。この選定プロセスは飛行機が完成する数年前から始まります。座席の色、生地の素材、USB ポートを付けるかどうか、テーブルの形はどうするか、これら全ての仕様を決める作業を仕様凍結と言います。このカスタマイズ費用だけでも大型機なら数億円規模と言われることもあります。その中でもキャビン関連、つまり座席やエンターテイメントシステムが占める割合は非常に高いんです。だからこそ LCC にとって高いリクライニング機能付きの座席を買うか、安くて軽い固定式の座席を買うかは会社の経営を左右する超重要な決断になるわけです。セブパシフィックが選んだこのレカロの座席はまさに彼らの安く大量に環境に優しく運ぶという企業理念そのものを体現していると言えるでしょう。約1時間半のフライトで飛行機はセブマクタン国際空港に到着しました。 LCC が座席のリクライニングを廃止するのは単なるコストカットではなく、軽量化による環境対策、そして乗客同士のトラブル防止という合理的な理由に基づいた進化の形なんです。皆さんも次に LCC に乗るときはその座席に込められた技術と航空会社の戦略に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。それではまた次の交通の世界でお会いしましょう。案内役のいろはでした。